ウズベキスタン、世界に2つしかない二重内陸国の一つ。海に出るのに最低2カ国以上をまたがなければならない。乾いた砂漠の大地に突如現れるシルクロードのオアシス。かつて何百何千キロもの道のりを歩み、たどり着いた正体を迎え入れた施設。数百年の時を経ていまだ鮮やかに残るイスラム教のモスクや神学校。現代の旅人を魅了し誘います。今回は2026年5月中頃に10泊12日でウズベキスタンの4つの都市と日帰りでタジキスタンとカザフスタンを回った一人旅の様子です。この動画ではヤンデックス GO の登録や列車のチケット購入裏技、知っておくと役立つ旅の事前情報を旅行初日の様子を交えてまとめたのでご紹介します。ウズベキスタンってどこにあるねんって方も多いかと思いますので、地図で見てみましょう。ウズベキスタンは中央アジアの中央部に位置する、かつてシルクロードの要衝として栄えた国です。赤い斜線のところがウズベキスタン。それでは今回の旅の経路を見ましょう。関空発ソウル経由のアシアナ航空でタシケントへ。タシケントから列車でサマルカントへ。サマルカントからタジキスタンへの日帰りツアー参加。列車でブハラ、ヒバへ。ウルゲンチ空港から国内線でタシケントに戻ります。ウズベキスタン航空で約1時間半のフライトです。タシケントから陸路で国境を越え、カザフスタンのシムケントへ日帰り。以上が今回の旅の経路です。次にウズベキスタンってどんな国なのか見ていきましょう。国名はウズベキスタン共和国。リパブリック・オブ・ウズベキスタン。首都はタシケント。面積は44万8969平方キロメートルで日本の約 1.2 倍。人口は約3710万人。平均年齢はなんと29歳。これには理由があり、まず出生率が 3.5 人と平均で1人の女性が3人から4人の子供を産んでいる計算です。大家族主義の文化が影響しています。ウズベキスタンはどこを歩いていても朝から晩まで子連れの家族や小さな子供が夜遅くまで遊んでいるのを見かけます。夜まで出歩いていても治安が良い証拠です。また働き手の中年以上の男性が出稼ぎで国外へ出ている影響もあります。出稼ぎ先としてはロシアが圧倒的に多く、最近は戦争の影響などもあり、カザフスタンや中東、ヨーロッパへの出稼ぎも増えているようです。民族はウズベク系が約 84.4%、 他にタジク系、カザフ系、ロシア系などの多民族国家。公用語はウズベク語。もともとはソビエト連邦の一部でしたが、ソ連の崩壊により1981年に独立。そのため中年以上の人はソ連時代の教育を受けており、ロシア語もよく通じます。宗教はイスラム教スンニ派が 90%。 時差は日本より4時間遅れ。日本が10時ならウズベキスタンは6時。ビザは30日以内の観光目的であれば日本人は不要。番外編で喫煙事情ですが、喫煙率は 16.7% で女性はほぼゼロ。屋内は全面禁煙で、屋外なら基本どこで吸っても OK。 ここではウズベキスタン旅行に欠かせない知識と準備について7点順番に説明していきます。1、ヤンデックス GO の登録、 SMS が届かない問題。2、鉄道チケットの購入、日本のクレカが使えない問題。3、SIM カードの購入、事前購入は必要か。4、ATM キャッシング、どこでも下ろせる。5、トイレ・バス事情、持参すべきものは。6、レジストレーションとは未だに必要なのか。7、空港ラウンジ、プライオリティパスラウンジはある。はい、ヤンデックス GO の登録、ここでつまずく方が多いのではないでしょうか。
私が日本にいる間に登録成功したヤンデックス ID からアカウント作成する方法について解説します。ヤンデックス ID と検索するといろいろ出てきますが、一番上の https://id.yandex.com を開いてください。そうするとログイン画面が出てくるので、一番下にある Create ID を選択します。電話番号入力欄が出ますが、無視をして一番下の Other ログインメソッドを選択。自分のメールアドレスを入力。 Gmail で問題ないです。 NEXT を選択。すぐに入力したアドレスに認証コードのメールが届きますので、メールに記載された認証コードをコピペして入力画面へ貼り付けます。次に氏名を入力します。上が名前で下が名字です。次に自分のパスワードを設定してください。はい、これだけでヤンデックス ID の作成ができました。あともう少しです。自分のプロフィールアイコンをクリックし、一番下の Add Phone Number を選択。もう一度 Add Phone Number をクリック。あなたの番号を入力。日本の場合 8190XXX、8180XXX など81と携帯番号の最初の0を抜いた番号です。携帯に SMS が届くので、 SMS に記載された認証コードを入力して紐付け完了です。お疲れ様でした。ヤンデックス GO の方にも反映されているか見てみましょう。ヤンデックス GO アプリに反映されるのに1日程度かかる場合もあるので、余裕を見ておきましょう。 PC のサイト上では右上に登録したメールアドレスが出て、ヤンデックス GO にも紐付けされているのが確認できます。次に鉄道のチケット購入方法と裏技について解説します。まずはウズレイルウェイの公式アプリをダウンロードして開きます。一番上は出発駅を選択、下は到着駅、目的地を選択。カレンダーから鉄道を利用する日を選択。ここでは6月9日を選択してみます。上から出発時刻順に予約可能な列車が出てきます。結論から言うと、ウズベキスタン国外からアフロシオブ特急は予約できません。ここではシャルク準急の購入までの流れを見ましょう。選択可能な座席と料金が出るので選びます。上部の人数を選び、座席の配置を確認して好みの座席を選択。右端に進行方向が記載されている場合もあります。5号車の座席1を選択してみます。初回は左側、2回目以降の購入は右側を選択。初回は名前やパスポート番号を入力して登録が必要です。パスポート欄は一番下のフォーリンドキュメントを選択。空欄にパスポート番号を入力。国名を選択。一通り入力が完了したらセーブを押します。2回目以降は右を選択。自分の登録済みの名前が出るので選択。情報に変更がなければコンティニューを押す。鉄道保険については任意で選んでください。間違いがないか見直して、問題なければアクセプトにチェック。一番下の緑の金額のところを押す。上のフィジカルカードを選択。右上のストライプを選択する。ちなみに左側はウズベキスタンのカード。アフロシオブ特急はストライプが出ないので購入不能。クレジットカード入力画面が出るので入力。支払うを押すと購入完了です。裏技のお話をしながら見ていきましょう。お金に余裕がある方は現地代理店を通して日本からアフロシオブの予約可能。料金は2倍ぐらい。日程に余裕がある方や余分なお金を払いたくない方は、まず先ほどのシャルクや寝台列車などアフロシオブ以外の購入できるチケットを押さえます。チケットはいつでもアプリからキャンセル可能です。
キャンセル料は乗車24時間以上前なら1万5000スム約200円のみ、24から6時間前までが1万5000スムプラスチケット代の 50%、 乗車まで6時間未満はキャンセル不能。2日ぐらい前になるとキャンセルが出て席が見つかりやすい。ウズベキスタン入国後にアプリを開き、定期的に自分の日程で良い座席がないかチェック。もし入国後にアフロシオブ特急の空きがあれば、購入方法は2通りあります。1つ目はウズレールウェイの公式ホームページから購入する方法。国外からは公式ホームページでの購入はできませんが、入国後であればストライプも出て購入できました。アプリでは相変わらずストライプが出ず。2つ目は駅に直接行き購入する方法。パスポート必須。チケット窓口は駅のカッサやカッサラリという建物です。買い直しできた場合は以前のチケットのキャンセルをお忘れなく。以上が裏技になります。3番目は SIM カードについて。これも結論から言うと事前購入は不要です。空港の入国審査後すぐのところに SIM 販売店が複数あります。陸路の場合も国境に販売店があります。タシケント空港の SIM 売り場は24時間営業。通信会社は複数あり、ユーセル、B ライン、ウズモバイルなど選択可能。私は地方に強いと聞いていたウズモバイルを選ぼうとしたのですが、お店のスタッフがなぜかうまく開通できず、ユーセルにしろと言われて仕方なくユーセルになりました。このスタッフどうなんだと少し感じましたが、後でそれが大トラブルにつながります。そのお話はまた後ほど。ユーセルの電波は国境地帯など地方でも問題なかったです。4番目は ATM について。これも結論からお伝えします。現金を引き出せるときにできるだけ多めに引き出しましょう。理由は ATM を見つけても中に現金が入っておらず引き出せない ATM の方が多いからです。私もできるだけ手数料が安い ATM で引き出したかったので、空港では200万スム 2.6 万円だけ引き出しました。空港 ATM の手数料は 1.5%。 その後も 1.5% の ATM しか見つけられませんでした。サマルカンドやブハラは空の ATM ばかりで苦労しました。無駄な探す労力と時間をかけるより、引き出せるときに多めに引き出しておきましょう。余った現金は帰国時に出国ターミナルの両替所でドルなどに両替可能。ただし10万スム以下のお札は両替できないので注意。5番、トイレ・バス事情について。まずトイレについてですが、紙は流せないので備え付けのゴミ箱に入れます。トイレットペーパーは品質が悪く硬いです。私はすぐにお尻をやられました。ウォッシュレット代わりにシャワーを使ってなんとか改善。これから行かれる予定の方は日本のトイレットペーパー持参を強くお勧めします。バスはボディーソープと洗顔の持参をお勧めします。強めの甘い香りのシャンプーとボディーソープが大体置いています。匂いが強いのでウズベキスタン人は皆同じ匂いです。甘い香りが苦手な方はシャンプーも持参しましょう。6番、レジストレーションについて。レジストレーションとはウズベキスタン独自の制度で、ホテルからチェックアウト時にもらえる滞在許可証のこと。最近は必要がなくなってきていると聞いていましたが、私はカザフスタンとの国境でウズベキスタンの係官に提出を求められて入念にチェックされました。出国場所や係官によると思いますが、面倒な事態を避けるためにもホテルをチェックアウトする際に絶対に忘れずにもらってください。こちらから欲しいと言わないともらえない場合もあります。私は抜かりなく全てのホテルからもらっていたので、係官から何も言われず無事に出国できました。7、空港のラウンジについて。タシケント空港にはアンジルというラウンジがあり、プライオリティバスでも利用可能となっています。と思っていたのですが、入場拒否されました。理由はビジネスクラス以上の招待状がないと入れないと。帰国後に口コミを見るとごねて入れた方もいるようです。よくわかりませんが、スマホなどの充電と夕食を目当てにしていたのでショックでした。ここからは旅行初日の現地ホテル到着までの様子をお送りします。7時30分に関空到着。スムーズに出国手続きを済ませノースラウンジへ。4月にオープンしたばかりのクレカラウンジ、できたばかりで綺麗でした。このフレンチソーダノンアルが売りのようです。喫煙室やトイレもラウンジ内にあります。搭乗開始は9時5分。本日搭乗するアシアナ航空 OZ115。ソウルまでの機材は A321 ネオ。モニターもなく簡素な作りです。
この浮き上がる瞬間が旅の始まりを感じ、いつもアドレナリンが出る瞬間です。上空から関空の H 型の形がよくわかります。機内食は鶏肉のあんかけ丼、チョコレートケーキと柿の種もどき付き。16時35分の乗り継ぎまで時間があるので、プライオリティパスラウンジでゆっくり過ごします。少しだけ並んで入場。席は結構空いてました。機内食を食べたばかりですが、似てたら食べたくなりました。そろそろ登場開始です。今回は古いですがモニター付き、機材は A330300、また肉のあんかけ。今回は少しピリ辛。夜食に配られたピザパン、結構うまい。うとうとしているともう着陸が近づいていました。ここからはウズベキスタン時間、日本-4、日本は24時。ビルもあって都会です。外はまだ明るいですね。この時間を使って先ほどお伝えできていなかったウズベキスタンの補足情報をお伝えします。ウズベキスタンは独自通貨のスムを使用します。2026年5月現在、1スムイコール 0.013 円。分かりづらいので1万スムイコール130円で覚えました。基本的には現金主義ですが、一部の大きなホテル、高額な土産物店、観光入場料などクレジットカードを使用できる場所もあります。物価はかなり安いです。特に配車アプリヤンデックス GO を使用したタクシーはこちらが申し訳ないぐらい安い。この旅で合計17回タクシーに乗り、総額6500円でした。食事は朝食はだいたいホテルについていて、昼食が1500円、夕食がお酒を飲んで2500円から3000円ぐらい。海外でもかなり人気の観光地になってきているので、物価は上昇気味。さらに高くなる前にぜひおすすめします。予定より5分ほど早く到着しました。入国手続き、SIM カード購入、 ATM を終えて空港の外へ。バタバタして動画に撮れていませんが、この後に発覚した恐ろしい事件を時系列順に AI 生成動画でまとめたのでどうぞ。すいません、SIM カードをください。パスポートを見せてください。カード払いでお願いします。うわあ、マジで？嘘やろ、電波つながってないやん。もう一度空港内に入りたいんです。ダメだ。ダメだ。SIM カード買ったのに電波がつながらないんです。ダメだ。出発ゲートの方へ行け。さっき到着ゲートで SIM 買ったのに電波がつながらないんだけど、ちょっと見てくださいよ。わかんない。空港の Wi-Fi つないだら？何があったんですか？なんかこの日本人が SIM が繋がらないって言ってます。私がちゃんと言ってあげるから。あなたは通信会社に電話をして原因を聞いてください。了解しました。やってみます。もしもし、コールセンターですか？さっき開通したばかりの SIM が繋がらないんですが、どうしたらいいですか？なるほど、わかりました。はい、繋がったよ。ありがとうございます。本当に助かりました。ということで無事に初日のホテルに着きました。部屋はなんかアップグレードしてくれてめちゃくちゃ広かったです。先ほどのトラブル、
1時間ぐらいかかったので、精神的にも体力的にもダメージ食らいました。原因は購入時の私の確認不足とスタッフの設定忘れです。設定が終わったと言われ、画面を見たら電波マークが何本か立っていたのでつながったと思い、ブラウザを開くなど試さずに空港の外へ出てしまいました。スタッフが APN 設定を忘れており、ネットつながらず。声をかけてくださった若いウズベク人の青年と出発ゲートの SIM 売り場スタッフには感謝しかありません。本当にありがとうございました。ということで、初日からウズベキスタンの洗礼を受け、人の良さに助けられた一日でした。次回は青の都サマルカンドの様子をご紹介します。